はいどうも、フランスガイド中村です。ということで今ね、私たちの後ろに見えているのはロワール川でございます。今回はこのロワール川にあるブロワという町のたっぷりとね魅力を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。裏道なんかも紹介するんで一緒に行きましょう。ということでこの案内役は私フランスガイド中村と、撮影はイメージクリエイターのこうです。ということでこの2人でやっていきたいと思います。それでは早速行きましょう。さあこちらからね行きますよ。さあ私たちの後ろにはこの、ロワール川がね流れておりましたが、今どうでしょうかね、この流れているね姿が見えていると思いますけども、このねロワール川っていうのは19世紀というとフランスに鉄道が敷かれる時代なんですけども、この鉄道が敷かれる時代まではまさにねフランスの商業の背骨として活躍した川でもあるんです。しかしね見てください、このね今水しぶきが立っているのが分かると思いますけども、これね水深が非常に浅い川なんですね。ですからねここを航海するのは非常に難しかったと言われていて、船でもね使うときは船底の非常に平らな船を使ったりで、これ非常に航海が難しかったって言われてるんですよ。そしてね今ちょっと左の方を見ていただくと、この今橋がありますが、車なんかがね走っている橋なんですけどもね、これはね18世紀に作られた橋で石造り、アーチ型がね半円形になっているんで、それなりの歴史を感じるものなんですが、このね18世紀に作られる橋ができる前は今ね私たちの目の前に水しぶきがあったところ、ここに12世紀に建てられた12世紀から木造の橋が建っておりました。その橋脚の部分が未だにね残っているんですよ。ですからその橋脚の部分のところが川とねぶつかって水しぶきになっているっていうことなんですよね。はい、ということでね、中村さん、この橋は何ていう橋なんですか？はい、ジャック・ガブリエル橋と言っています。18世紀に作られた橋ですね。ちょっとね歩きながら、この橋の歴史なんかを話していきたいと思いますよ。ということで今私たちはフランスの中心にあるブロワというね町にいます。ブロワというのはロワール川の、ほとりにねある、町なので、ちょうど私たちが今いるのは川の流れとに向かった時の右手にいるんで右岸にいます。向こう側がね左岸でございますけども、はい、向こう側のね左岸にもね一応ブロワの街が広がってますよ。カモがいますよ。カモがいますよ。よかった。一生懸命泳いでいます。はい、ということでね、ここの右岸のブロワの中心地を紹介しながら皆さんにねブロワの街をちょっとね紹介していきたいと思うんですけども、すごい晴れてますね。すごい晴れてますね。ものすごい晴れてますよ。今ねちょうどね春心地の感じでね、ちょうど気温は20度ぐらいでございます。ちょっとね橋を見ながら行けます？ちょっと足元気をつけてね。行きましょう。はい。この橋18世紀に建てられたんだけども、その間ですね現代まで4回壊れているんです。4回壊れていて、でさらにそれは自然災害で壊れたのではなく人間が壊したんですよ。一体なんで壊したと思います？戦争じゃないですか？そう、戦争のたびに壊れてるの。でまずね一番初めに壊れたのはフランス革命の時に、カトリックの人たちが、反乱を起こしブロワの町に攻めてこようとしたんですね。でその時にちょうど向こう側、いわゆる左岸からブロワの中心地に攻めてこようとしたので、ブロワの住人たちがあえて真ん中の部分だけ橋を落としました。それがフランス革命の時でしょ。その次は不仏戦争の時1870年、そこでドイツ、プロイセン軍が向こう側の対岸からこっち側に攻めてくる時に真ん中の橋だけ落としました。真ん中の部分だけね。でその後第二次世界大戦でも1940年にドイツ軍がこの左岸からこっち側に攻めてこようとしたので真ん中の部分だけ落とした。で最後1944年、こちら第二大戦の終了間際ですね、ドイツ軍が撤退して、でフランス軍に、連合軍に追いかけられないように真ん中の部分だけ落としたんですね。ということで4回壊してるんだけども、全部壊してしまうと再建大変なので、ちょうどね真ん中の部分だけ壊してるんです。そうなんだ。ということでね、これよく見てみると、手前の部分っていうのはねちょっとね灰色かったりして汚いんだけども、真ん中の3つのアーチのところだけが一応ね白くて、確かにあそこだけねいっつも壊して作り変えてしてるので、あそこだけ新しい、確かに石が新しい感じですね。そんな風にしてね、こんな橋の歴史も
いろいろとあると、戦争にあるとねいろんなものが壊されてしまうということなんだけども、ということでねその石の橋があるところと、そして手前にその水しぶきがね立っているところっていう2つの橋がありましたが、まさにそんなところが町の中心になっていて、そのね橋とつながるようなところに今では橋のつながるところにドゥニ・パパン通りというね大通りがありまして、そしてかつて中世の木造の橋があったねこの水しぶきが立っているところのつながっているところにはコメルス通りというね当時の大通りがあります。ということで当時のねこの通りですね。そうこの通りですね。中世の橋があって、その橋とちょうどつながるような感じであるこのね中世でこの水しぶきがあるところからこの通りへつながっていたと。そういうことなんですね。ということでね行ってみましょう。このコメルス通りのね中世からずっと主要な通りの一つだったところを皆さんに紹介していきたいと思います。コメルスって商業って意味ですよね。そうそうそう。だからその中心地っていう感じですかね。商店街通りみたいな感じ、商業通りっていう感じですよね。楽しみですね。どんなお店があるんですかね。今はね、普通のチェーン店だとか本当にワイン屋さんだとか、今でも一番ブロワの中でも盛り上がってる界隈の一つですよね。はい、ここにね道の名前がありますよ。はい。Rue du Commerce と書いてあるでしょ。はい。はい。こういうふうにね道の名前なんかをご覧入れながらちょっと歩いていきましょう。ちょっと街並み新しい感じがしますね。そうなんですよ。というのはね、先ほどそのドイツ軍が第二次世界大戦の時に撤退するにあたってその橋を落としたなんていう話もしたんだけども、ここは第二次世界大戦の時には大きく爆撃によってね破壊されている界隈でもあります。はい、ここまさにブロワの中心街なんですけども、まさに中心街なためにですね、ここはかなり破壊されてしまって戦後建て直されている地区の一つなんですね。なるほど。左手に行くとこちらがね、ブロワの中心地のあるルイ12世広場なんていうところに行きますよ。私たちはこの商業のね中心のコメルス通りをずっと進んでいきましょう。はい、今ではねコメルス通りって言われているんですが、かつてはここは、グゴンフ、つまりこれ、偉大な道とかね大通りっていうふうに言われていました。こうパン屋さんがあったりね、こういう食材屋さんがあったりね、今でも非常に日常的に流行っているというか、にぎわっている道の一つですね。若者も多いですね。若者も多いね。カフェとかでね、時間帯的に、ちょうどね今私たちがいるのは何時だ？4時ちょっと？4時半だね。4時半、4時半ということで、学校が終わってね、そして金曜日の夕方なので、週末に向けてちょっと一杯飲もうかとかね、そういう感じの時間帯でもあるよね。はい。でここはまたねそのコメルス通りのずっと続きなんだけども、商業的なね中心で本当にお店がにぎわってるっていう感じのところですよね。見てください、このねタイルとかも非常にね面白いんですよ。はい、カラフルでね、こんな風にして歩いてるだけでも面白いようなね感じになってます。おもちゃ屋さんがあったり、服屋があったりとか、かわいいね。30% 引き。買って帰ればどうですか？うち狭いからダメですよ。なんかマリアージュフレールみたいなところもあったよ。なんかねおしゃれな紅茶屋さんみたいなところになってますけど、はい。そしてね、ここ今ブロワという町なんですが、ここはもともと王様がいました。もともとはねブロワ伯爵という人が住んでいて、その後にオルレアン公爵領になり、でそのねオルレアン公爵がいろんな経緯を経てフランスの王様ルイ12世になってるんですね。そしてそのルイ12世になった後ですね、その12世を継いだ王様がフランソワ1世という人で、フランソワ1世の紋章が実はこの道路の下に隠されているんですね。わかるでしょうか？これわかるかな？何に見えるでしょうか？ちょっとイメージクリエイターのコウさんは映してもらって、今ねこれ何かの動物なんですが、動物の頭のところに行くよ。動物の頭はここです。ほら、ここに頭があって、ここに目があるよ。目があって首があって、そしてこれ胴体、
さあみんなわかるかな。ここにはね大きな尻尾があるんだけども、さあ皆さんこのわかりますか。この目があって口があって、ほらここにはなんかビュワーって何かを吐いてますよ。さあ一体これは何かっていうと、これはいわゆるサラマンダーというものなんですね。フランスは一世の紋章であるサラマンダー。サラマンダーは、フランスは一世のね紋章、ちょっとこっちが進みながらいきましょうか。サラマンダーというのはね、いい火を食べて悪い火を消すというようなことを言われている、正義の味方っていう感じだよね。これ、赤いのが火ですね。赤いのが火だよね。この火の先にこれ顔ここにね顔これだね。顔で首、胴体、これが前足、そして後ろ足に行って尻尾の先まで行ってから、はい、新しい道に入っていきました。振り返ってサラマンダーです。サラマンダーですね。はい。こういうふうにしてね、その王家の紋章なんかよくあるんだけども、そしてこの建物も見てください。古いでしょ。木組みの家。15世紀あたりにね作られた、コロンバージュ、メゾン・ドゥ・コロンバージュなんて言いますけども、こういうね木組みの家が残っています。そしてこれ分かるかな、1階2階3階部分、2階と3階の部分でドンとその3階部分の、ね、面積が大きくなっていますよね。せり出ている、これをねオンコルベルモンっていうふうにフランス語では言うんですが、このようにして敷地面積を稼いでいるんですね。しかしこれがね15世紀以降、16世紀以降っていうのかな、禁止されるんですね。これあんまりせり出してしまうとその風通りが良くなくなって、そして火事の蔓延の原因になるということでね、こういうことが禁止されていきます。ですから木組みの家でもこの平らなものとこうやってせり出している、張り出しているものっていうのがありますんでね、張り出している方が年代的には古いということが分かるわけですね。なるほど。この3階部分が突き出てる。そうですね。横から見ると分かるんじゃないかなと。オンコルベルモンと言います、これをね。アンコルベルモン。1階部分はね基本的にはこういうふうにショップになってますね。それが基本的なフランスの商店街の作り方。はい。ということでね、ここの道、フル・デュ・コメックス商業通りっていうところから今ね私たちは3つのクレ通りというところに入ってきました。クレというのはね一体何かっていうと、これ鍵のことなんですよ。3つの鍵ということで今目の前見てください。見えてきましたよ。メッシー、メッシー、メッシー僕。シャーリー・チャップリンチャーリー・チャップリンみたいでかっこいいじゃんってね言っていただきました。ありがとうございます。ファンの方ですね。もう各地にファンがいて、ポジティブシンキングってやつ。はい。ということでこれ3つの大きな鍵があります。鍵ですよ。はい。ここのね道の名前が3つの鍵通りという名前なんで、こういうふうに面白いオブジェがあるわけですね。それと同時にねこっちにも面白いものがあるんですよ。ちょっとねイメージクリエイターのコウさんにこれも撮ってほしいな。ここのこれは遠いですね。道の名前なんだけども、フードとはクレって書いてありますよね。クレっていうのはねフランス語ではこの六角ペンチのこともクレっていうし、あとは鍵のこともクレっていうし、そしてクレ・ドゥ・ソルといって、これトーン記号っていうのかな、キーですね。キーっていうのある？記号、トーン記号？トーン記号っていうのはドレミファソラシドっていう、C の長なんで、その C の長のことをキーって言うんですよ。なるほどね。だから鍵クレ。そうで、それもフランス語で言うとクレっていう名前なので、トワクレ3つのクレっていうとこういう書き方もできるよねというストリートアートですね。はい。こんなね面白いものがいろんなところに隠れている。街歩きもねこんな風にしてみるといろんな発見があります。さあこのまま中世で使われていたような道を通っていきましょう。先ほど私たちに見えていた橋、ジャック・ガブリエル橋ですね。4回壊れてしまったという橋が右手に見えますよ。はい、今皆さんの正面に見えているのが橋ですね。そしてその橋とずっとつながっているのがこれがパパン通り、ドゥニ・パパン通りでございます。今ちょうどバスが通ってるけども、はい、バス通った先が橋になります。
そしてこのままね、皆さんをこれから、ブロアの旧市街に連れて行きたいと思います。こちらです。ここにねレストランがあるでしょ。レストランフワーブロエセルと書いてあるレストランなんですけど、ここはね一緒に食べに行きましたね。これはね一緒に食べに行きましたけど、安いんだ。とにかくめちゃくちゃ安くてね、このフォームルドミディ、これお昼のメニューで昼食、その日の定食っていうのが10ユーロ80。これねファーストフードの値段ですよ。でこれでそのオントレ、サラダとかなんだけど、オントレかあるいはデザートをつけると、13.8 ユーロ、これありえない。すごい美味しかったですよね。美味しかった。ありえない安さでものすごく美味しい、しっかりとしたレストランですよ。量が多いんだよね。郷土料理って感じで、中村さんもなんか、はい、電波チェックしに行きがてら食べたっていう話じゃないですか。そう何食べたんですか？その時はギリシャ風サラダと、メインがなんかポークソテーみたいなものでした。結構ねがっつりと量がありましたね。でね、ここの道見てください。トゥードゥシャンデズワゾーという名前が書いてあります。ここはね鳥の歌声通りという名前がついているところなんだけども、皆さん足元気をつけてね。ここから段差があります。この階段も面白いでしょ。この幅が広い階段ですね。これはね馬なんかがここを登れるように降りれるようにということでこういうね幅になっています。なるほど。はい、ここでね鳥のボジューは鳥の歌声通りっていうところなんだけども、ここではかつて鳥のね歌声が聞こえていたような鳥市場があったようなところなので、そういうね、鳥の歌声通りなんていう名前がついているんですよ。可愛い名前ですね。そこに鳥がさえずってるんじゃないですか。歌ってますね。まさに鳥がね歌っている、ようなストリートアートがありましたね。ということでこの鳥の歌声通りというところから今度はこっち側ですね、皆さんを旧市街の方へとどんどん連れて行きましょう。旧市街が残ってるんですね。はい、旧市街がね残っています。今のところは第二次世界大戦の時にね破壊されてしまって、今私たちに見えている界隈もまだねこの近代的な家が立ち並んでいる場所なんですけども、ここから先はその第二次世界大戦で破壊されていなかった部分なので、古い部分が残っています。ここはね楽しみですね。プードゥポワドゥホワという通りですね。はい、こちらですね。ここにもピクセルアートがあります。面白いね。これ王様の体重って意味ですか？王様の重さっていう意味なんだよね。重さというのは、そのフランスではね度量衡が統一される、つまり重さとか長さとかの単位が統一されるのはフランス革命の以降なんですよね。フランス革命で初めて1メーターというものはこういうことにしよう、1キロというのはこういう重さにしようというのが決められます。それ、以外の時はね、例えばその漁師だったらその土地土地で重さだとか長さっていうのは決めていたんですよ。でここでは王様のその決めた重さっていうのを元気がありまして、ここで正確に重さを測ることができたっていう場所になっています。いや皆さん見ていますね。ファンが多いですね。ファンの方ですね。どうもありがとう。ということでね、一番上見てください。この上を見るとここから先が丘になっています。丘になっていて、その一番上にね今塔のようなものが見えてると思いますけども、すごいのが見えてきましたね。あそこはね三類カテドラルといって、このブロアにある大聖堂でございます。その大聖堂は丘の上にあって、この丘の部分がまたこれね第二次世界大戦で破壊されなかった旧市街地になっているんですね。ということでね、こんな旧市街地をこれから皆さんにお届けしたいと思います。それでは皆さんオニバさあ行きましょう。目の前には木組みの家がありますけど、1階部分はこれレストランケバブ屋さんになっています。さあこのね左の方から行きましょうか。左の方から丘を登っていきます。ドキドキしますね。なかなかいい感じでしょう。ドラクエの世界だよ、ドラクエの。こんな感じでね中世の街並みっていうのが現れてきましたよ。見てくださいこの階段。これせっかくだから皆さんから行ってもらおうかな。そして僕が後ろからついていこう。登るんですかこれ？これ登りますよ。ちょっと勘弁してくださいよ。大丈夫大丈夫。じゃあ登りましょうか。さあ行きましょう行きましょう。どれだけあるんだろう。こんな感じでね
いい感じでしょう。まあ、皆さんもねこういうふうにブロワの旧市街をこういうふうに散策しているような感じになってくれると嬉しいな。このね階段を上っていると私の口数も少なくなっちゃうし、イメージクリエイターのコウさんの息もね聞こえてくるかもしれないはい、ということでこの階段をちょっとずつ登ってますよ。ドキドキする。そうするとちょっとずつね大聖堂の姿なんかが見えてきます。ブロはねこの2つの丘、1つの丘には大聖堂が建っていて、もう1つの丘にはブロワ城、王様のねお城が建っているんだけども、今そのもう1つの方の丘、大聖堂が建っている方の丘に登りつつあります。ほらもう丘の頂上に着きそうですよ。見えてきたでしょ。中谷さん腕がもげそうです。腕がもげそう。すごいね重たい。これジンバル、そのスタビライザーっていうね、皆さんの、ね、揺れがカメラの揺れを吸収するようなすごい重たいものをねイメージクリエイターのコウさんが持っているので、まあ、僕はね手ぶらなんだけどコウさんは非常に辛いですね。はい、じゃあここね左に入りまして、階段をね、じゃあどうぞ中村さん登っていきましょう。はい、はい、今登ってきた階段の名前がここにありますよ。ちょっとこれ見てもらおうかな。グラン・ドゥグレ・サン・ルイとかってありますドゥグレっていうのはねこれ1度とか2度温度のね、度のことを言うんだけども、グランっていうのは大きいって意味ですね。でこのねドゥグレっていうのはこういうコンテストで、文脈で使われると階段っていう意味があるんですよ。ですから今のは三類の大階段というね名前がついていたところなんですよ。それでもう確かに角度もドゥグレですよね。角度もドゥグレって言いますね。そうそう、さあこれねもう本当にこれで最後ですからこの丘までちょっと息上がってるんじゃないですか。これはもう見えてきたよ。今のところがね旧市街地の、階段です。そしてその旧市街地の階段を上るとこれからね皆さんにお見せする、ブロワのね誇る大聖堂が見えてきますよ。はい、見えてきた。ドキドキする。さあ皆さん用意はいい？振り返るとはい見てください。こんな感じの大聖堂が見えてきました。美しいでしょう。この大聖堂はもともとはね14世紀に教会がありました。サンソレンヌ教会というものがありまして、それを17世紀ですねに大聖堂に変えたんです。それまでは大聖堂はブローにはありませんでした。大聖堂、フランス語ではカテドラルと言いますけども、カテドラルっていうのはそこにカテドルという司教様が座る椅子があるからカテドラル大聖堂と言うんですね。はい、かつてここには司教座はなかったんですけども、ここに17世紀ちょうどルイ14世の時代、当時はねこのブロワっていうのは非常にプロテスタントが強くて、ルイ14世っていうのは非常に敬虔なカトリックだったので、このカトリックの力をもう一度このブロワで高めたいということでここにあえて司教座を置くことにしました。その時代にね作ったのが、このサンソレンヌ教会というのを改修して作ったのがこの大聖堂三類教会でございます。面白いね。ルイ14世の時代、ルイ14世が作ったから三類教会というね名前がその当時に変わるわけです。ですから下を見てください。左塔があるでしょ。でその塔のところに真ん中にね時計なんかがありますけども、ちょうどその時計があるさらに下の部分、石が切り石積み上がっていると思いますけども、その下のね石の色とか形とかよく見ながら上をぐーっと見ていってください。そうするとどうですか、わかるかな。色の石の質感これ違っているんですよね。ですから下の部分がねその当時12世紀に建てられた時のサンソレンヌ教会の石で、そして上にあるのがこのルイ14世の時代に建てたですね石の色なんで、ちょっとこういう風にして違うんですよ。ちょっとね入り口の方も少しだけ近づいて見に行きましょうか。そうするとね建て直した時にはその、ロマネスク様式ではなくてねゴシック様式で建てているんだけども、入り口の部分、手前のアーチのいうところは、三角形のねとんがりアーチになっていますが、その奥の部分っていうのが本当教会の本当に入り口の部分っていうのが今度は半円アーチになっていてねロマネスク様式になっている。こんな風にして時代建てられた時代によって教会の様式が違っていくということなんですね。ではねこれからねさらに一度私たちが登ってきた丘をねこれから今度は
降りながら降りるんですか？そう登ってもねやっぱ降りないと、そうですね、降りながらねこのまた別の旧市街の顔というのを皆さんに、ご覧入れようと思います。見てくださいよ、ほらここにはねかつての邸宅があるんですよ。ここに名前が書いてあるんだけどビルブレンム邸といってね、このお金持ちの人が持っていた建物なんだけど、今右にある建物と左にある建物、これ持ち主一緒だったんですね。そこの真ん中に道が通っているので、その移動に簡単なように2階部分にこのような木組みの渡り廊下をつけているというような邸宅でございます。面白いね。いいですね。ということでね、この渡り廊下の真下ちょっと行ってみようか。さあ皆さんこちら、こっからもね本当に中世の街並みが広がっているようなところですよ。ほらこの鴨居っていうのかな、このずっと木の端っこ、ほら怪獣が何かを食べてるようなね装飾になってたりしますよ。面白いでしょう。こういうふうにいろんなね細部に魂が、その宿っているというかね、こういうところに面白い装飾があったりするんですね。ありそうさあそしてねこんなところも見てください。ここにはねアクロバットをして宙返りをしている人物なんかが装飾されていますよ。アクロバットなんていうのはね、これわかるかな。ここに顔があってここに手があって、これを体ぐるっと回してここに足を持っていますよ。こんな風にしてね、この受け飾りという部分なんですけども、その建物をね支えている部分、その下に飾りをつける、そういう遊び心っていうのが中世の時代にはたくさんあるんですね。ということでね、このまま先ほど私たちが通ってきた、グラン・ドゥグレ三塁というね大階段がありましたね。その一部をもう一度通りながら別の階段で、別の階段を使いながらこの旧市街を降りていきたいと思います。さあ大聖堂が見えてますよ。ここから見える大聖堂も素敵でしょ。さあまたね階段ありますから皆さん足元気をつけてね上ばっかり見てるとね、おっと危ないっていう風になってしまいますんで、雨だと危険ですね。雨だったら滑りますよ。ということでね、今皆さんの反対側がねちょうど私たちが登ってきた三塁の大階段ですよ。ほらここ私たち登ってきたんだ。ゆっくりとね登ってきたのを皆さん覚えてます？今度はその反対側の道に行ってみましょう。こちらです。こっち道あんの？行き止まりじゃないのって思っちゃうでしょ。道があるんだな。ここがね三塁の大聖堂でしたね。この三塁の大聖堂のところをぐるっとそのまま通り抜けることができるんです。しかもねここはね本当に迷路みたいになっている。まさしく何かゲームの世界に迷い込んだような感じでしょ。見てくださいよこの臨場感。そうするとまたここに大聖堂がドンと出てくる感じなんですよ。素晴らしいね。ですから皆さんには今上を見ていただいているんだけども、ここで非常に顕著に分かりますね。今この下にあるこの石と上にある石、全然色が違うの分かりますよね。上に行くと切り方も全然ね、スタイルが違っているのが分かると思います。上にあるアーチはねその先頭アーチといってとんがっているアーチですが、今ちょうど教会の鐘が鳴っております。そして例えばこんなところの壁もご覧ください。ここの壁は埋め立てている壁なんですけども、そうするとねほらここの部分分かるかな、大きくアーチになっているのが分かると思いますけども、ここ12世紀にあったソ連の教会の入り口があったところですよ。それを新しい、拡大したね教会にするために埋め立てているということなんですね。例えばそれような同じ、その改修の跡というのは例えばねこっちのアーチにも見ることができますよ。例えばこっちのね上のアーチ見ると、その今窓がはまっているように一回り大きなアーチのところが埋め立てられているの分かりますか？このようにしてねかつての三ソ連の教会のアーチはね非常に大きなアーチだったので、そこにゴシック様式の17世紀に作った教会のアーチをはめ込んでいるということなんですね。
こういうふうにね、教会の側面を見るだけでもいろんな歴史を感じ取ることができるっていうことなんですね。じゃあ、ゴシックより前の時代っていうのが大きいアーチがよく建築で使われたっていう。そう特にね、そのアーチ、ゴシックになるととんがってるアーチっていうのが生まれてきて、その角度がね結構鋭角になってきたりしますので。アルカポーネ。Merci beaucoup. Ça va? Très bien. Bonne journée. いやブルーの下地暖かくて素晴らしいですね。はい。多いですね。ということでね、今ね私たちここ急なヘアピンカーブにいます。ちょっとねイメージクリエイターのコウさん、これ皆さんにお見せしてください。わかります？ちょうどここぐるっと180度転換しているっていうような感じなんだけども。パプ号通りと言います。このね道が、ここは中世の時代から馬車が通れるぐらいの大きな、これ今ではね細い道に見えるんだけど、当時としては非常に大きな通りでした。馬車通ることできて、でこのままずっと大聖堂の方に行って、そのままねこの先に丘があるんですけど、丘に行くことができた道なんですね。しかしここに17世紀に、大聖堂を建て、そしてその大聖堂の裏手には司教の館を建てたんです。はい、その司教の名前がニコラ・ドゥ・ベルトランという人なんですが、その人がね、司教の館を建てたためにこのまっすぐな道、迂回せざるを得なくなったということなんですね。はい、ということでね、先ほどの人が言ったこの階段から皆さんにね、旧市街の続きをご覧入れたいと思います。またね階段ありますから気をつけてね。はい、このまま進んでいきましょう。いやー素晴らしいでしょう。今ねちょうどね夕暮れの夕日が当たるような旧市街、皆さんと一緒に進んでおりますよ。ちょうどね私たちのこの左手には、司教の館というのがあって、その先が庭園になっているんですね。その庭園からね、その庭園にはバラ園がありまして、そのバラ園から先ほど私たちが一番初めにいた、ロワール川が見える風景をね一望することができるというような場所になっています。さあこのね、今私たちがいる丘というのは、大聖堂がある丘なんですけども、ブロワにはもう一つの丘があります。その丘というのが、今ではブロワ城がある丘ですね。そのブロワ城のある丘、そこがもともとは、オルレアン公爵の要塞があったところです。しかし、15世紀から16世紀ですね、そこの、オルレアン公爵が、いろんなね、事情によってフランスの王様になることになりました。シャルル8世という人がね跡継ぎを作ることなしに事故死、突然亡くなってしまったんですね。そこで急遽オルレアン公爵がフランスの王様になることになり、そこに王宮が移動することになります。そこでその王宮についていかなければいけない宮廷の貴族たちがこぞってですね、当時の最新の形で、この丘の上に邸宅を建て始めたんです。そのような邸宅がこんなところに残っているんですね。さあここの道を行きましょう。トゥードゥ・グルニエセルという場所でございます。ここもねグルニエっていうのは倉庫、アセルっていうのは塩という意味なので塩倉庫という名前がついている小道なんですが、ここの階段も見てください。ここの階段もちょっと歩きにくいかもしれないんだけども、ここも階段の一段一段の幅が非常に広いことが分かるんだと思います。うまいようですね。馬用ですね。これもねそう馬でね、渡れるようにということで、この一段一段がね非常に広くなっています。グルニアセルっていうところはね、田舎に行くといつもこういうね、名前の道があったり広場があったりするんだけども、塩倉庫というのはね、かつて塩というものには税金がかかっていました。これフランス語ではガベルという、いわゆる塩税ですね。塩の税といって塩税なんだけども、そのね塩に税金をかけることによって国の財政をしっかりとね確立していたんです。塩というのはもちろん食べ物、体のね、人間の体に必ず必要な物質であると同時に、冷蔵庫だとか冷凍庫がない時代は
食べ物に塩を入れることによって植物を、食べ物を保存するという非常に重要な役割があったわけですね。だから肉を塩漬けにしたりね、魚を塩漬けにしたり、あるいはバターの中に塩を入れてバターの保存状態を良くしたりしていたんですね。ですからこのような絶対必要な塩に税金をかけることによって国は税収を確かなものにしようとしたということなんです。ですから塩が生産されると、まずは地方にある塩倉庫というところに塩が運ばれ、そしてそこのですね塩倉庫に行って税金がかけられたものを皆さんが購入するということで、このね塩倉庫の周りはこういう広場になっているんです。さあ今ねちょうど邸宅に囲まれたこういう庭園の中庭にいるんですけども、目の前がねこれがブルワの中でも最も大きな一つの豪邸になっています。ちょうどね左を見ると屋根の形がね、全部違うんですが、一番左は三角形屋根になってるでしょ。で真ん中の屋根っていうのはこっち側に斜面になってる屋根でしょ。そして一番右もまた違う屋根の形になっているということで、いろんなそれぞれ違うね建物3つの建物が一つになって大きな邸宅を作っているという形になっています。これね後ほど後で、表側からね見ることもできますんで、その時にねもう一回その異なる建物がねつながっているっていうのが分かると思いますよ。そしてこの建物の裏側にはねこんな、個人用と言っていいかもしれないね、こういうふうに井戸があって、ここからね水を汲むこともできたんですよ。はい、こんなふうにしてね、邸宅に囲まれた中庭、現在ではこんなところはね、公共の公の公園になっていて、こんなところを裏道として、ね、通ることもできます。中村さん、この玉みたいなのは何ですか？この玉なんでしょうね、もしかしたら水なんかが出るのかもしれないけども、あるいはこれなんかろうそくかなんか立てるのかな、ちょっと分かんないですけど、ここになんか穴が開いてる。これ水が出るかもしれないよ、ここからね。なるほどなるほど、おしゃれですね。おしゃれですね。そしてねこの隣も大きな邸宅になっているんです。ちょっとね、ご覧いただこうかな。そうするとやっぱりねこちらもね正面には三角形の屋根があって、その後ろにもまた別の棟があり、そして別の棟もね左側にあって、それがギャラリーというんですが、屋根があるようなところで渡り廊下でつながっているっていう作りになってますよね。そしてねその渡り廊下のところはかつては馬なんかを入れておいたところですよね、飼っていたところ。そして一番右側この塔のような部分がありますが、あそこはね螺旋状の階段、螺旋階段が入っていて、別の異なるね階に移動することができたっていうようなものです。ですから異なる建物がね螺旋階段だとか渡り廊下なんかによってつながり大きな邸宅を作り上げていくっていうのがこの時代のね一つの典型的なスタイルになっています。さあこのままね旧市街の広場を進みながら、また裏道を抜けて大きな通りに抜けていきましょう。さあこちらでございます。Bonjour. Je vous présenter là. Robert Houdin. Robert Houdin. Oui. Bon, très bien. Merci. Bonne journée. Bonne journée. さあ今ね人がいたところっていうのは、ここはねギャラリーアート、アート作品を売ってるギャラリーになっているようなところで、本当にねこういう旧市街の中にはアートも生きているような場所があるんですよ。さあ先ほどのね異なる建物、ポテトが落ちていますけど先ほどね異なる建物が集合しながら一つの、大きな、ね、豪邸を作っているっていう、これ表側でございます。これはね歴史的建造物になっている場所で、ここから見ることができるんだけども、ちょうどね、右、ギャラリーもありますよね。あんな風にして、柱のところにはねこれルネサンス様式の、特徴的な装飾がしてあるんだけども、ちょっと見てほしいのはね正面のねこの階段上、この螺旋階段が入っている塔みたいなところがありますよね。そこのね扉の上なんですが、ここにルイ12世の紋章があります。これ何かというと山嵐なんですね。ハリネズミじゃないですよ。山嵐っていうね、このフランス語だとポフピックといって、ポカピック、この豚なんだけどもトゲがあるという、トゲを持った豚という名前がフランス語ではついているんだけども、なんで山嵐なんですか？なんで山嵐か、これねルイ12世が自分の紋章として選んだんですが、これ近くのものはこの針によって攻撃し、遠くにいるものもこの針を飛ばすことによって攻撃するっていう非常にね
凶暴な攻撃的なものとして自分の紋章として使ったんですね。ですから私に逆らうものは近くにいたとしても遠くにいたとしても容赦しないよという意味をここから読み取ることができますよね。見た目は可愛らしいんですけれども、そうハリネズミなんていうとね非常に可愛いなという感じがするんだけど、ヤマアラシはこの結構危険。本当の動物はねその針を飛ばすことはしないそうですが、針をね非常に強靭な針を持っていてそれで体当たりしてくるそうで結構危ない動物みたいですね。はい、ということでね先ほど見ていただいたヤマアラシのマークなんですが、実はねフランス革命の時代になると王様に関するああいうマークっていうのはもう徹底的に破壊されていくんです。で今見ていただいたものはあれは実はブロワに唯一残っているオリジナルということなんですね。この建物の所有者であった人はちょうどヤマアラシのマークの前に、壊されないように偽物の壁を作ってそれを隠していたということなんですね。そして最近修復されてその壁を取り外してみたらなんとそこにオリジナルのヤマアラシが出てきたということなんです。さあブロワのね街を歩いているいろいろ歴史的建造物があるんですが、そのいろんなところにねこういうような説明のマークがありまして、これはホテル・ドゥ・バレイユっていうところでこの15世紀とかね14世紀作られたとかそういう話になっているんですが、このね一応説明されているこの下ブロワのねマークがあります。これブロワの街のマークなんですが、左側がこれが先ほどのヤマアラシですね。で右側がこれが狼になっていて、この狼というのはもともとブロワの紋章だったらしい。だからそのブルワの町のもともともあった紋章とそしてルイ12世の紋章のヤマアラシが組み合わさったものがこのねブルワの町の紋章になっています。はい、こんなところがね先ほどのこれルネサンス様式を取り入れて作った邸宅ですね。こういうふうにね非常に美しい邸宅、異なるその建物が螺旋階段を使った塔によって結ばれているっていうのがまさしくねこの時代の豪邸の典型的な姿っていうのが先ほどでも見ることができました。はい、ということでねこの道丘をね1回登って大聖堂まで行って、そしてまたその丘を私たちは降りてきましたよね。あっという間だったと思いません皆さん、どうですか？イメージクリエイターのコースターどうです？あっという間でした。あっという間でしたね。あっという間でしたね。はい。ということでね、一番初め私たちのその旧市街ですよって言ったところにはケバブ屋さんがありましたけども、ちょうどそのケバブ屋さんが右手に見えてきました。はい、ここですね。ここ私たちが通ってきたところにもう一回ついてきました。はい。ぐるっとね大聖堂まで一周したツアーを皆さんにご紹介いたしました。ということでね、ここにケバブ屋さんがあります。私たちのいた大聖堂はまたここから見えますよ。はい、はい、あそこにね、私たちは登ってこの旧市街のところを降りてきたということです。はい、ということでねこの私たちのオニバというツアーはね、このフランスのいろんなところの、非常に、歴史的にも非常に興味深いようなところをね皆さんに紹介しながらフランスの魅力をたっぷりと伝え上げていくようなオンラインツアーをやっています。今回は収録でね皆さんに YouTube という形で見ていただきましたが、オンラインツアーでね皆さんに楽しんでいただきながら生中継でこのようなフランスの美しいところ面白いところを紹介していきますので、ぜひねオンラインツアーの方もよろしく、お願いできればと思います。ぜひ皆様のオンラインツアーへの参加お待ちしております。ということで今回のご案内はフランスガイド中村と撮影はイメージクリエイターのこうです。ということでまたね次のお庭でお会いしましょう。ありがとうございました。ケバブ食べに行きましょうか。ケバブ食べに行こうか。いいね。